You lose in the morning. Every step is so golden. Oh yeah. こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA 行く前にチェックしてほしい注目の新商品を紹介します。特にこれは IKEA でしか買えないっていう必須アイテムがありまして紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。今年の IKEA でチェックしたいのはストックホルムコレクションです。8年ぶりの新作ということもあって気合が違いますね。素敵なものがたくさん出ています。私もいくつかコレクションから購入したんですけども、今一番欲しいのはこのブラウンのチェアです。でもう一つありまして、それがですねこちらのフロアランプなんです。もう結構品薄なんですけども、まだ入荷の予定はあるみたいなのでぜひチェックしてください。土台がトラバーチン製で本当に素敵で、このね線の細さたまりませんよね。このシェードの布の質感もとっても綺麗でした。でフロアランプの土台でこれだけ小さくできるってすごいですよね。だいたい土台って大きくなりがちじゃないですか。このトラバーチン製はとっても重さがありますので、あんだけちっちゃくても安定するんですね。土台が小さいことで置き場所の自由度が高そうですね。 IKEA に行ったらぜひこれを買ってほしいというアイテムがこちらです。 USB ケーブルです。こちら知る人ぞ知る名品でして、なんと日本の IKEA では値下がりしてました。ちょうどこれをリピ買いしたくて IKEA 来てたので値下がりはすごくラッキーでした。前は USB Type A ライトニングケーブルを購入したんですけども、今回は USB C2C を購入しました。こんな感じで各種コネクタのケーブルが揃っています。結構カラフルなのもポイントで可愛いんですよ。でもなんでそこまで IKEA のケーブルがおすすめなのっていうのはこの後説明します。私は今回ノートパソコンの充電に使いたかったので、この 100W の Type-C ケーブルを購入しました。で他のケーブルともほぼ共通だと思うんですけども、まずこのベルト、ゴムバンドどっちがついている点がとてもいいです。でこのケーブルが布で覆われてるんですよ。そのため耐久性が強いと評価されています。このゴムベルトがあることが本当に便利で、ケーブル単体で収まりがいいです。でこれは私のガジェットポーチっていうかいつも持ち歩いてるポーチなんですけど、今これ私が前から持ってたグレーの方はライトニングケーブルですね。で USB-C ケーブルもノートパソコンを充電するようにも持ち歩いてるんですけども、これはですねやっぱフリーザーバッグ IKEA のに入れてるんですよ。ずっとこれで使ってたんですけども、やっぱりねこのライトニングケーブルがもうめちゃくちゃスマートで使いやすいので、ちょっと今回タイプ C ケーブルも追加したって感じです。でこのポーチは無印のポーチなんですけども、なんかぴったりなんですよ。もうほんとすっきりしました。おすすめです。ゴールデンウィークに帰省したので IKEA 京都に行ってみました。テンポラリーのポップアップストアになってるんですけども、ポップアップストアと思えないぐらい立派なお店でした。ちゃんとねルームセットもいくつかありまして見てきました。こちらは寝室のルームセットです。こちらのミラーは私も寝室で使っています。かけ方が3通りできるアクセントになるミラーで気に入っています。サイドに置いてあるのは日産フォースというワゴンです。棚っぽく使ってますね。口が浅いので棚っぽく取り出しやすいワゴンになっています。デザインも直線的なので隣のデスクともすごくマッチしてますよね。結構ディスプレイも可愛いなと思って見てました。ちょっとこのフォトスタンドのオランウータンさんはちょっとアップすぎませんか？迫力がすごいです。こちらは家事室のルームセットです。これは京都ではありません。こちらはヨースタインというシェルフを使った例なんですけども、ヨースタインは屋外でも想定されているシェルフになっているので湿気にも強いのが特徴になっています。こちらでもベランダで使っている風のルームセットになっていました。さっきよりももうちょっとコンパクトに使っている例ですね。でもう一個面白いなと思ったのがこちらなんですけども、こちらもシェルフが片方だけにあって、で間にここに物干しがあるものなんですけども、この物干し部分が伸縮するんですよ。これめっちゃ便利じゃないですか。ちょっと一時的にちょっとかけたい時あるじゃないですか。
でこの引き出すのもすごく簡単で、私カメラを片手に持ちながら片手でやってますけども、スムーズに引き出すことができました。このヨースタインシリーズはパーツごとに購入が可能になっていて、このような自前がボックスになっているタイプもあります。こちらは IKEA で人気のエーケトという収納にちょっと似ているんですけども、新商品が出ていました。このように1箇所だけ扉がないオープンな棚になっていて、他は扉のある収納になっています。プッシュオープン式で取っ手がないデザインなので、とてもシンプルでいいなと思いました。色味は白ではなくってグレージュなのかな、ベージュみたいな結構色味ですね。優しい色味でした。ダイニングの横のサイドボードみたいな使い方が良さそうだなと思っていたら、ルームセットでも見ることができました。このコーディネートすごい可愛いですよね。照明を置いたり花瓶を置いたりで、上にはねミラーを飾ったり、こちらのキャビネットの高さがちょうどダイニングテーブルと同じような高さなので、ダイニング全体で見てもまとまって見えますよね。でしっかり隠す収納ができるので使いやすそうだなと思いました。扉が大きすぎないのもいいですね。扉が大きいと前面に結構スペースがないと開け閉めができなくなっちゃいますので、いいなと思いました。このリーサトルプのバスケットがぴったり綺麗に入ってますね。こちらのバスケットの特徴は取っ手が外に出てないので、このように棚なんかに置いてもすっきり収まりがいいです。可愛いですよね。でしかもこれスチール製ですごい頑丈なバスケットなのでおすすめです。この上にディスプレイされてるすごいミニミニの花瓶、可愛いなと思いました。こちらは3個セットの商品となっています。こちらのルームセットで新商品のダイニングテーブルがディスプレイされていたので紹介します。とてもシンプルなラウンドテーブルとなっています。すごくお安いので予算を抑えたい方におすすめです。可愛いペンダントライトと相性がいいですね。こちらは違うルームセットで使われている例なんですけども、こちらも結構ポップな色使いとマッチしてますよね。結構ラウンドテーブルいろいろ豊富に揃ってきましたね。でもしご予算がある方はこちらのストックホルムコレクションが質感がかなりいいのでおすすめかなと思います。ちょっと大型家具が続いてしまったんですけども、ここからは小物類また紹介していきます。そろそろ冷感寝具のシーズンということで、メディア向けに商品紹介のイベントがあったので行ってきました。 IKEA は本当にいろんなたくさんの種類の掛け布団売ってるんですけども、タオルケットとかね、本当に種類が豊富に売ってまして、かなり選ぶのが難しいんですけども、かなり一押しの新商品があるので紹介します。こちらの薄い掛け布団なんですけども、すごく機能的な掛け布団になっています。外の生地がリオセル 100% となっています。リオセルってつるっとした素材なので、なんか綿の方が汗とか吸っていいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、むしろ逆で、リオセルの方がコットンよりも吸水性が高く放湿性も高いので熱がこもりにくいんですよ。またリオセルは環境への負荷がほとんどないという特徴もあります。ただデメリットもありまして、ちょっと高いんですよね。 IKEA の中でもちょっとお高めですよね。今1週間ほど使ってみたんですけど、結構気に入りまして2つ目を購入しました。もうとにかく中綿入ってるっていうぐらいペラペラです。で中綿は一応温度調節機能付きの中綿が使われているんですけども、正直ね、中綿の存在はあんまり感じないぐらいペラペラなので、それに関してはあんまり分かんないかなって気はします。ただ、中綿が少ないことのメリットとしては、洗濯機での洗いやすさがあるかなと思います。こちらはカバーとかをかけずにこのまままるっと洗濯できるものなんですよ。でしかも普通に80度以下でタンブル乾燥ができます。ダニが死滅する温度で洗濯できるのはいいですね。何らシワシワになることなく手軽に洗えるのはいいなと思います。真っ白なのでインテリアに問わず使いやすいのもいいなと思いました。でもう一つ、この冷感寝具シリーズでおすすめがありまして、こちらは去年購入したものなんですけども、
ナイロンでちょっとヒヤッとしますみたいなものなんですけども、それ以上のことはないんですけどとにかくミニサイズなのが使いやすいんですよ。枕カバー的に使ってもいいですし、おすすめなのがちょっとね、ソファーで昼寝する時にこれを敷くと気持ちがいいです。背中の後ろあたりに敷く感じなんですけども、ソファー側の汚れもなんとなく軽減されるような気がして重宝しています。また洗濯もとても手軽にできますし、収納も困らないのでコンパクトになりますので、いい商品だなと思ってます。あと去年だったか一昨年だったかバズったこちらの IKEA の枕ですね。こちらも冷感ジェルが片方入っているものとなってます。で結構ね、冷たくて気持ちはいいんですけど、ただ枕ってやっぱ合う合わんがあるじゃないですか。私は一回イベントで実際に枕を使って宿泊するっていうのをやってみて体験したんですけど、その時にこの枕を使ったんですけど、やっぱり2晩目で合わんなって思いましたただ IKEA は90日間以内なら、たとえ使用済みでも違う種類のものに交換できるっていうシステムがあるみたいなので、レシートは取っておきましょう。 IKEA では結構お手頃価格でミラーが買えます。ミラーって光をね反射して明るく見せてくれるし、部屋も広く見せてくれますし、でかつ実用的なアイテムなので最高のインテリアアイテムですよね。 IKEA にはほんと種類が豊富にあるのでぜひチェックしてください。ただ店頭には出てないものもあるので、まずはオンラインでチェックしてみるのがおすすめかなと思います。 IKEA ではこのリンドビンシリーズっていう縁が細くてお手頃価格の人気のシリーズがあります。私もリビングと玄関で使っているんですけども、新商品が出ましたので紹介します。こちらリンドビンシリーズからアーチ型のミラーが出ました。壁に吊るすことも立てかけて固定させることもできるみたいです。高さ方向には170センチとあって大きめとなっています。とっても素敵じゃないですか。購入されたフォロワー様からお写真を提供いただきました。モダンな雰囲気がすごく素敵ですよね。ゴールドも販売しています。購入された方もこの大きさでこの価格で買えるっていうのはすごいっておっしゃってました。そろそろ夏のセールの時期かなと思ってまして、次回はセールの話と、購入品紹介をしようかなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またすぐ次の動画でお会いしましょう。